皆さん、ついに引っ越しすることになりました。先週、大家さんと、お会いして、新しい大家さんとお会いして契約決まりました。今週サインして、そして今日鍵を受け取りました。部屋の大きさは今のアパートの3分の2になっちゃうんですけど、その分家賃も3分の2。そうです。予算内。はい。ということで今回はそのアパートが契約できるまでの流れと、あとは新居ご紹介します。それではスタート。すごい雨。やったこれから物件をまた見に行くんですが、今日は天気最悪だね。もう雷がすぐそこって感じ。めちゃめちゃすごい。もう土砂降り。こっちは冬が雨多いんだよね。本当だね。今日はちょっと物件よく見えるかな。どこだ。さっきよりひどくなってきた。うわー、すごい。おはようございます。おはようございます。皆さん聞いてください。家探しに進展がありました。昨日たまたま新しく出てきた物件があって、その不動産屋さんに電話したら、すぐもう30分後に見れるって言うから、じゃあ行きますって言って、昨日の夕方見てきて、そしたらもうすごい綺麗で、まさにこう今我々が住んでる、アパートをちょっと小さくしたコンパクトにした感じで、もう全然住むには我々十分な、ぜひ住みたいところ見つけました。で今から授業なんですけど、その後私たちの書類を持ってその不動産屋に行って、書類審査とかいろいろあるので、次のステップに進みますかね。はい。今不動産屋に行ってきました。いや、ずーっとタバコ巻きタバコを口に加えてるひげの渋いおじさんなんですけど、今もう結局45分ぐらい、1時間ぐらいいたよね。いろいろ話して、でとりあえず信用という意味では間違いなさそうだね。っていうのも今回の、契約の中で前払いっていう部分が、これは大丈夫なのかっていう、詐欺じゃねえのかと、またちょっと前の一件があったからね、疑いがあったんですけども、それは払拭されたって感じだね。詐欺ではなさそうです。だからサインするなら明日の朝か、それかそのスイスから帰ってきた来週にサインしてって。でそれが大家さんの方に行って、大家さんが OK するかどうかということですね。そうだね。さあ、なのでどうなるか祈りましょう。書類審査は無事に通ったみたいです。はい、不動産屋の人から連絡ありまして、書類審査で大家さんがひとまず我々と会ってみたいということになったので、大家さんが我々のことを気に入ってくれたら、賃貸契約にするということですね。そうだね。じゃあこれから面接行ってきます。ついにアパートが決まりました。本当ラッキーなことに、いい不動産屋さんに会えて、で不動産屋さんが我々のことを大家さんに勧めてくれて、で大家さんも我々のことで OK してくれて、で今日さっき不動産屋でサインしてきました。やりました。これでもう安心だね。ひとまず4月に引っ越します。引っ越し決定です。大変ですが、そして今日お祭り、今日はめでたいお祭りをやってます。めでたいです。新居行ってみましょう。この建物は各フロアに1軒ずつしか家がないので、私たちの家はこの上です。じゃあ早速ご案内します。まずは私の1つ目のお気に入り、快適なキッチンです。映ったかな。この色、スモーキーな緑の色ももちろん好きだし、あとはこのパーツ、位置は違うけど今のアパートと全く同じで、見てください。ガス
スも4口あるし、ガスオーブンもあるし、あとはこの流し、最初イタリアに来た時はすごい小さくて使いづらいと思ったんですけど、洗ったものも置くカゴも置けないしと思ったけど、こっちか、こっちか。こうやってイタリアの流しは大体こうやってイタリアの私たち見たところみんな洗ったものすぐここに置けて、ここにちゃんと水受けがあるから、洗ったらすぐそのまま置けるのと、あと私たち見たってほとんどあったよね。じゃーん、こんな大きな食洗機が。なので基本はもうこれで毎日洗っちゃいます、鍋とかも。あと日本のキッチンには必ず、ほぼ必ずと言っていいほどあるけど、イタリアのアパートはほとんどないものなんでしょう。なんだろうね、わかりません。電子レンジ、電子レンジは確かにないね。私たち見たアパートあるとこ一個もなかったけど、もちろん日本だったら絶対使ってたけど、意外と慣れる。電子レンジ使ってないです、今我々も。炊飯器が保温にするとまたご飯が温まるから、そうそれぐらいだよね。そうだね、こんな感じで。じゃあ次、あそこのドアはこれは後でご紹介。後でご紹介。あとやっぱこの窓から光が入るのも、明るい光が入るのもすごい最高、明るい。2つ目の私の好きなポイントです。こちらどうぞ。寝室です。この快適な寝室です。明るいね。ルミノートだよね。あとはイタリアなんか私たち見たアパート、みんなマットレスがテンピュール、はい、柔らかいやつね。私嫌いなの、テンピュール柔らかいから。これはしっかり弾力があって、あとはここ1年前に改装したばっかりで、前の方もそんな長く住んでないからまだマットレスが歪んでない。ありがたい。あとは大家さんにも言っちゃったけど、ここにコンセント、充電器、充電させるところがあったり、ライトが上にあったり、すごい快適なのと、あとはこちらへ、この動線こっち側はトイレとシャワー、こっちにもちゃんと窓があって、それもエアコンもあって、なかなかないよね、トイレにエアコンがあるって。それぐらい暑いんだろうけど、やっぱりこの明るいトイレがこうやって動線よく入れるのが、ちょっとそこはあんまり景色が。そして3つ目の私の好きなポイント、こちらで、実はもう1部屋あります。ゲストルームです。でも私たちは普段2人なので、こっちはリビングとして使えるようにちょっと配置とかを変えちゃうつもりだけど、ここも上に窓が映るかな。映ってる。これ自動で開くので。あとバスルーム電気つけて。そしてここに2つ目のシャワーとトイレもあります。なかなか旧市街で2つバスルームがあるこういう家って少ないんですけど、ここは本当ラッキーで、ゲストルームにもちゃんとトイレがバスルームの、直結してあるんで、エアコンもね、こっちもエアコンついてる。本当だからこれは快適だよね。そしてこの家なんと、1200年前1200年前に建てられた建物です。この城壁の中の、この地域が開発されたのが1200年前なので、この辺の建物はその当時に建てられたものが多いです。つまり築800年のアパートに、これから住むことになります。そして最後おまけ言っていい？いいよ。ちゃんと洗濯機もあります。ここのキッチンの隣の扉を開けると洗濯機がもう1台じゃなくて、こっちは乾燥機ね、こんな大きい乾燥機。そしてお気に入りポイント行きましょう。これは最高。じゃーん、階段があります。じゃーん、じゃいやー、今日は久しぶりに晴れてよかったね。最近雨降ってたから。この最高の景色。屋根裏部屋です。部屋じゃねえや。屋根裏スペース。テラ
ラスはないんだけど、一応ちょこっと出れるこのスペース。ここでビール飲んだら最高。新居楽しみだね、引っ越し。いやーね、お家はね絶対ここはいいなって本当納得の家なんですけど、ただ引っ越しがね大変だな、俺からな。まあ我々荷物少ないけど、まあ車で何往復かして頑張りますか。また買い物しなきゃいけないから、それも改めてご紹介したいと思います。それではチャオチャオ。チャオチャオ。